皆さんどうもこんにちは、ニッキーです。今回はですね、ソニー Xperia 5 Mark V の写真機としてのメリットデメリットをお話しさせていただきます。前回はですね Xperia 5 Mark V の簡単なスペック紹介と取って出しの JPEG と編集したロー写真をですね皆さんにお見せさせていただきましたが、今回はこのスマートフォンを11ヶ月使ってきて撮ってきて見えたメリットデメリットを皆さんにご紹介させていただきます。でメリットはですね4つあります。デメリットは3つあります。実際に撮れた写真をお見せしながら話していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは始めていきましょう。はい、で今回もですね、東京で撮影した写真を主にお見せさせていただいて、メリットデメリットをお話しさせていただきます。メリット1つ目、細長くて持ちやすい。こちらはですね 6.1 インチの画面のスマートフォンなんですけど、iPhone はちょっと横幅が長いんですけど、このソニー Xperia Mark V の場合は、縦長で握りやすいんですよね。片手で持ちやすいんですよ。それではメリット2つ目、シャッターボタンがついています。でこのシャッターボタンが優秀でですね、半押しができるんですよ。多分最近は、iPhone 15とか16からアクションボタンがついて機能を振り分けてシャッターボタンとしても使えるようになったと思うんですけど、この半押しができるっていうのは Xperia 5 Mark V だけなのかな。もちろん上位機種の Xperia 1 Mark V とか、最近出た1 Mark 6とかですねはシャッターボタンついていて半押しとかできると思うんですけど、ちょっとその上位機種の一つ下のグレードですけど、この、ボタンを半押ししてフォーカスを定めで全押しして、押し切ってシャッターを切るっていう動作ができます。これによってですね、自分のフォーカスしたい場所を選んでから、写真を撮るという動作が画面をタッチしなくてもできるっていうのがメリットですね。それではメリット3つ目、撮れる写真の色がいいです。やっぱりソニーはですねたくさんのカメラを出していって、たくさんの、カラーサイエンスっていうんですかね、カラーサイエンスをねたくさん学んでこられた業者メーカーなので、やっぱり色がいいです。で僕がよく使っているのは、フィルムモード FL っていうモードが、あるんですけど、それがやっぱり、フィルムチックなちょっと色あせているけど、コントラストちょっと強めで、青色がちょっと緑がかった青色になっていてフィルムっぽい感じの写真が撮れます。クローム写真っていうんですかね、銀塩写真に近い、写真が撮れます。であとは、最近よく使っているのが、ニュートラルです。 NT モードですね。これは後ほど喋りますけど、やっぱり、シャープネスが抑えられていって、一番フラットな写真が撮れます。でも色も綺麗で、自然な感じの写真が撮れます。でメリット4つ目、見た目がいいんですよ。はい僕は、ホワイトを持ってるんですけど、飴みたいなホワイトなんですよね。ちょっと透き通ったホワイトっていうか、クリームホワイトかな。クリームとまでは言わないけど、ちょっと黄色が混ざったような白ですね。あとは触り心地がすごくいいんですよね。ツルツルしてなくてサラサラしてるんですよ。サラサラした石みたいな感じですね。サラサラした飴でもいいですね。であと側面にですねこのスーッと線が入っていて段差ができてるじゃないですか。これもすごくクールでかっこいいなと思うし、あとカメラの部分もですねこうなんていうんですかね、ミニマルな感じですごくシンプルにまとまっていて、でも触り心地も良くて、重さもちょうど良くてですね、軽すぎず重すぎずですごく高級感のあるスマートフォンだと思いますね。デメリット1つ目、シャープネスが強い。こちらは先ほども、言いましたけども、FL モードだとシャープネスが結構強いんですよね。色はすごく好きなんですけど、ちょっとシャープネスが強すぎるかなと思いますね。ここがもっと、自分で調整できた状態で写真が撮れるといいなと思ってるんですけど、ソニーさんアップデートしてくれないですかね。ちょっとモードを選んで、そのモードの強さを選ぶとか、モードの中でもシャープネスとかコントラストとか色合いとかですね、自分で決めた状態で、カスタム設定を作っておいて、それで写真を撮るっていうのができるとありがたいなと思うんですけどね。デメリット2つ目、撮ってる感がない。これは賛否両論あると思うんですけど、
先ほど言ったシャッターボタンがついていて、他のスマートフォンよりは撮ってる感があって、カメラとして全然使っていける、写真も綺麗だし全然使っていけるものスマートフォンなんですけど、やっぱり僕はファインダーが欲しくて、僕はやっぱカメラが好きなんですよ。写真も好きなんですけど、カメラ自体そのものが好きなので、スマートフォンを写真機として見るってなった時に、やっぱり撮ってる感が不足してるんですよね。ここは本当に個人の好き嫌いのところなんですけど、なのでデメリットというの、皆さんにとってのデメリットではない可能性が高いです。はい。やっぱり、画面を見ながら、シャッターボタンついてるので、シャッターボタンで写真を撮るわけなんですけど、モードを変えるとかですね、何か細かい設定を変えるっていう時にはやっぱ画面をタッチしないと変えられないので、そこがちょっとやっぱり僕にとってはデメリットです。ではデメリット3つ目、最後です。ファイルの整理が面倒っていうのがデメリット3つ目です。これもですね、賛否両論というか、僕だけというか、なんて言うんだろうな、好き嫌いのところにはなるんですが、皆さんにとっては何にも、デメリットではないかもしれないんですが、やっぱスマートフォンって即共有したいとか、記録目的で何か情報を取ったりとか、ここに行きましたっていう情報を記録しておいて、共有するとかっていう用途が結構多いと思うんですよね。2つの目的がですね、混在してしまっていて、情報記録目的の場合は、JPEG で撮るけど、なんか芸術目的では RAW で撮りたいっていうような時に、一応それは対応できるんですよ。JPEG、RAW を同時に撮影するっていうモードがあって、それをすれば、JPEG と RAW が同時に撮影されて、両方の目的が叶えられるんですけど、とにかくファイルサイズが圧迫されますよね。1回撮るたびに2つのファイルが作成されるので、その後、これは情報記録目的だから、RAW は削除する、これは芸術目的だから JPEG は削除するみたいな、後々の整理が結構めんどくさいんですよね。ということで最近編み出したそのデメリット解消方法なんですけど、ニュートラルで撮影をすれば、シャープネスが抑えられていて、色も結構抑えられていて、結構編集がしやすいんですよね。なので最近は JPEG のニュートラルで撮って、情報記録目的の場合はそのまま、共有したり、記録だけしておいて、で、なんか芸術目的の場合は、軽く編集をして投稿すると。でそうすればこのデメリットは解消できるので、なんともないかなと。すいません、赤ちゃんが泣いてますけど。はい、ということで、こちらが、デメリット3つ目でした。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。今回はですね、メリット4つとデメリット3つお話しさせていただきました。今後ですね、皆さんがエクスペリアのスマートフォンを買うとか、写真を始めたいとか思っていただけたら嬉しく思います。あとはですね、ただ単にセブとか東京の写真をですね、楽しんでいただけていれば幸いでございます。今後もですね、写真を撮ったりカメラについて話したり、フィリピンでの暮らしとか、日本に帰った時とか、もしくは海外旅行に行った時とかですね、写真撮ったり語ったりしていきたいと思いますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。今回の動画が面白いと思ってくれましたら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。あと高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。